おはようございます。深夜の都内を走ってます。で、今日はこの MT-09SP 納車して約1ヶ月で1000キロぐらい走って、慣らし運転が終わったので、このバイクのいいところひたすら話していこうかなと思います。で、まず音ですね。甲高いキーンって音と、ドゥルドゥルっていった重低音、この2つの音が聞こえてくるんですけど、2つの音が混ざってるというか、なんか同時に2つ音が鳴ってる感じがします。で、個人的には気にならないというか、面白い音だなと思ってます。バイクってこんな音だったっけみたいな風に感じた記憶があります。で、あんま気にならない理由が、このバイクエンジン音、排気音がすごい静かですね。隣にちょっとマフラーいじったような原付止まったら、自分のバイクの音分かんないぐらい、それぐらい静かなんですが、静かゆえに思っているより速度が出てしまいがちというのが注意ポイントですね。次にパワーというか、走りについて、なんですけど、めちゃくちゃ速いですね。でもトルクがすごいです。あんまりいろんなバイク乗ったわけじゃないんで、なんかただの感覚なんですけど、静止状態から、法定速度乗るぐらいまでは、ずっと強烈な加速をしてますね。これは3気筒エンジンの特徴なんですかね。ちょっと詳しいことは分かんないんですけど、街乗りしてる限りでは全然飽きないですね。初めて乗った時はバイクが振り落とされるかなと思いました。ちょっと慣れが必要かなと思います。取り回しというか、軽快さみたいなところなんですけど、このバイク190キロぐらいですかね。で、結構軽いバイクで、一方で、重心が結構足元にあるようなで、かつ、ハンドルが広くて、で車高も高い感じがあるので、ハンドリングは軽いですね。ひらひら回る感じです。で、そんな感じのバイクなんで、これ走りじゃないんですけど、シート高が820とかで結構高いんですけど、信号待ちとかしてるときに立ちこけとか、そういうなんか車体が倒れそうになるみたいな不安は全然ないですね。ちょっと傾いても結構軽く引き起こせるかなという印象です。実際両足つま先立ちみたいな感じなんですけど、今のところ不安を感じたことはないですね。結構なんか安心して乗れてる気がします。深夜は空いてていいですね。交通状況に合わせてきちんと走るよう心がける必要がありますね。このバイク、あとドライブモードいじれるんですけど、4つあって、1が一番
パワーがあって4が抑えられてるモードみたいなんですが、正直123の違いあんまり分かんないです。どれも超速いです。で、モード4は確かに若干抜かれてるなという感じはあるんですが、基本1で走ってます。渋滞とかあったらモードの4番目とかに走ってもいいのかなというふうに思ってます。6速からでも強烈なトルク感がありますね。めちゃめちゃ面白いです。ドライブモードの他にトラクションコントロールのモードもあって、1、2とあとマニュアルで選べるんですけど、モード2とかにして、ちょっと速度乗ってる状態で倒してみたらブレが抑えられるような、相当に安心感があるような気がします。なのでちょっと市街地とかで縫って走るような機会があっても、路面の状態をそんなに気にせず、他の車とか、交通状況に意識を避けるようなイメージで、そういう意味で走ってて安心感があるのかなというふうに思います。シフトチェンジについては、上下クイックシフターってやつですかね、あって、シフトチェンジはうまいですねこのクイックシフターの変速が速くてスムーズなので、クラッチレバー握る機会はかなり減りました。で止まるときに上から落としていって、うまくやればニュートラルとかにも入るんですよね。発進の時に握るぐらいですね。でこのバイクポジションが何も気にせず座るとモタードっていうんですかね、比較的起き上がり気味な姿勢になるので、加速するときにちょっと意識して前傾しないと振り落とされそうになりますね。でこのバイクにしがみつくみたいな乗り方になってます。エキサイティングなバイクですね。正直いまいちだなと思うとこは今んとこあんまないですね。めちゃめちゃ面白いおもちゃだなっていう感想なんですが、ただ大型バイクの宿命が、排熱はありそうなので、夏場は覚悟しなきゃいけないのかなという気がしてます。冬場のこういった空いた道をふらふら走るのが面白いバイクですね。ゼロ加速が楽しいので、信号ストップが苦じゃないというか、それが楽しくて走ってるみたいな感じもあります。ふわふわしてる感じがありますね。これは確かに電子制御が効いてるようなソーダ感ですね。あと乗り心地について MT-09 の SP を選んだので、後ろがオーリンズが入ってるみたいで、サスペンションのセッティングをいじれるみたいなんですが、今んとこあんまり触らずに標準の値で乗ってますね。街乗りしてる限りでは硬すぎず柔らかすぎず跳ねるなとか硬いなって感じたことはなくて、乗り心地はすごく個人的にはもうすでにいいですね。前のバイクが、R25 に乗ってたので、タイヤが太くなったり、そういったところでも乗り心地は良くなったのかなという気がします。今のところいじる必要性は感じてないんですが、変えてみても違いがあったら面白いのかなっていう気がします。個人的には軽くて
取り回しも悪くないんで、なんか前乗ってた R25 よりもっと足代わりというか気楽に乗りに行けるバイクだなって思いますね。なんか悪いとこあるかな。あとそうですね、クラッチケースですかね。左右に突き出てるとこあるんですけど、これは最初気になるかなと思ったんですけど、乗ってたら全然当たることもなくて、意外と気にならなかったですね。もしかしたら夏場になったら暑いかもしれないんですが、長いズボン履いてれば大丈夫かなとは思います。一個悪いとこ思い出しました。燃費が悪いですね。前乗ってた R25 は、レギュラーガソリンでリッター30ぐらい、街乗りでも30ぐらい出てたんですけど、モード1で何にも考えずに走ってたら15とかちょっと下回るぐらいかなって感じです。はい総じて、今のところ不満点はもうほぼなくて、なんか面白いとこしかないなというふうに感じてます。なのでどんどんいろんなとこ乗っていきたいですね。で、あとパワーというか、このエンジンは、公道じゃ全然使い切れないんで、サーキットみたいなところにも行ってみたいなって思いますね。ダメやん。